明けましておめでとうございます。おめでとうございます。GB ガス京都のからです。松本です。片部です。26年になりましたね。はい。本年もよろしくお願いいたします。こちらこそお願いいたします。新年一発目、2026年一発目のメガネの時間でございます。はい。ってことで、一発目はですね、2026年のキーワード4選を皆さんにご紹介していきたいなと思います。我々の方でこの4つ今年は注目かなというキーワードがありまして、まずはビッグシェイプ、次は Y2K、そしてフトメタルでダブルブリッジという4つになっております。その4つ。その4つどうですか？僕はその4つかなと思うんですけど。いや、いろんないんじゃないですか？この4ついろんないですか？はい、ただ、あれですよね。やっぱりそこに太せるっていうのがこうドンと。昨年は、25年は、やっぱり太せるイヤーだったかなっていう振り返りもありつつ、まだそれもね、ずっとやっぱり人気としてはあって。そうなんですよ。太せるはまだまだやっぱりね、トレンドの真ん中にいるという、そういう感じはあるんですけど、そうですね。ただそれ以外じゃないのかってなった時に、今年はこういう部分も楽しんでいきたいなっていうところの4つをご紹介したいなということで。まずはビッグシェイプですね。ビッグシェイプは、まずこういうジャック・マリー・マージュのビビアンっていうモデルなんですけど、大きいですね。このビッグシェイプの流れっていうのは、前回のシルボの回でもお伝えしましたように、こういう大きいグラスの流れっていうのは世界的に来ている。そういうところはあるんですけども、この DMM なんかちょっとボリューム感、これがや太せるの流れを組んだビッグシェイプですよね。その中でやっぱりレンズサイズ、こういう少し大きめのもの、特にサングラス映えするのかなっていうサイズ感なんですけども、ボリューム感だけじゃなくて、細い線でも。そうですね。始めましょう。どうぞどうぞ。細くて、ビッグシェイプ。そうです。大体70年代から80年代にかけて、流行していた、その流れを組んだモデルですね。イエローズプラスなんですけど。縦もすごい広い。そうですね。本当に正方形に近いような、そういうバランスになってます。狙いたい雰囲気としては、そのナード感っていうところなんですかね。そうですね。これはサングラスですけど、メガネとしてもビッグシェイプっていうのは使えると思いますね。この辺なんかは。女性の方にもこういうデザインってありだと思います。サイドのこのね、テンプルのこのデザインなんかも、このフロントのバランス、これちょっとどっちかでやや70年代よりだと思うんですけど、その当時のライセンス系の、有名ブランドのライセンス系のデザインをうまくピックアップしてるかなっていう感じですよね。なかなかおしゃれな感じ。いや、おしゃれな感じします。すごい出ると思います。今回の4つのキーワードの中でも、ビッグシェイプはもう一番多分見た目のインパクトが強いのがこのカテゴリーかなと思うんですけどね。で、続きまして、今ビッグシェイプいきましたんで、次はですね、Y2K。Y2K というと、2000年代前後のトレンドをリバイバルさせてっていうような流れだと思うんですけども、じゃあどういうものが Y2K かっていうとですね、縦幅のちょっと浅い横長シルエット、こういうスクエアっぽいフォルムをかけられると、Y2K 感が表せられるのかなと。出ますね。確かに。本当にこのね、横に伸びてるんで、縦の幅自体は、実際の90年代のそのフレームから考えると、やや広い感じにはなってるんで、その当時まんまではないんですよ。ただ横に伸びたことでちょっとシャープな感じ。このフレームのね、メタルのこのエッジ感なんかも結構出るような感じがするので、そういう感じにはなってますよね。結構若い方たちからはこういうのをリクエストされることも多くて。多いですよね。カラーレンズ入れたりとか、形も。これはレンズシェイプでいうと、オーバル。そうですね。丸のオーバルなんですけど、丸ってね、どっちかっていうとそんなにY2K かっていうぐらいはあるんですけど、これはちょっと特徴的で、オーバル型のクラシックなシェイプを少し縦をより浅くして、若干モダンな感じになってるかなっていう雰囲気ですね。僕なんかすごい、既視感がある感じは。若い頃に見ていて実際かけてたようなラインではあるので、これなかなか綺麗な感じですね。さっきのビッグシェイプと比べると、どっちかというとこれはあんまりその派手なトレンドではないと思うんで、割と今年から気分を変えたいなってなった時に、この辺の雰囲気をちょっと取り入れていただくと入りやすいのかなと、取り入れやすいトレンドかなと思いますね。続きまして、フトメタルになります。フトメタル。太せるはよく聞いたんですけど、今年はメタル
の方も、はいそうですね。はい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 。そうですね。ちょうどさっき細いメタルをかけたんで、はい。それと違って、ああ、でも、だいぶ存在感がやっぱり強くなりますね。そうですね。ちょっと通常のメタルとは違って、まあこれはもう現代の技術があってこそのモデルだと思うんですね。チタンをカットするというか、カットしたりプレスを使ったりして、独特のボリューム感を出していると。特にこのなんか柄が入ってたりとか、そうですね。表面加工もね、非常に面白いですね。クラシックメタルとはまた違う雰囲気のメタルですね。店頭でも結構お客様ずっとプラスチックフレーム使ってる方とかってメタルに行く時に少しこう抵抗感ある方も多いんですけど、ボリューム感のあるメタルなんで割とこうプラスチックのフレームの感覚のまんまこういうものにチャレンジしていただきやすいのかなと思いますけどね。これもいわゆるメタルフレームなんですけどもテレビジョンカット風に、テレビジョンカットってね、正直ちょっと若い方には分からないかもしれませんけどテレビの昔ブラウン管があった時代のちょっとオールドスタイルのテレビのですね構造なんですけど、ちょっと内側にレンズ面が厚みがあるリムに斜めにカッティングを入れてる。そうですね。こうメタルなんですけど奥行きが感じられたりとか、ボリュームがあるので意外とこれ機能的にも度数が強い方でも割といきやすい、作りやすいっていうところはあると思います。フレームが太いのでちょっとレンズが隠せるというのがありますね。あれですね、サイドはツヤなしで、そのカット面がツヤありになってたり、近くで見ると結構こだわりの詰まった、ボリュームがあるんでね、そういう加工が様々うまく生きてくるというか、なんかあんまり今までなかなかなかったデザイン性というか、そういうカテゴリーですね。幅がすごい広がっているような感じはありますよね。脱クラシックって言いますか、を狙うんだったらこういうカテゴリーは面白いかもしれないですね。で、最後になりますけども、ダブルブリッジです。ダブルブリッジはもうって感じ流行ってます。流行ってますね。でも今年になってくるとこういうデザインのものとか、ちょっとバリエーションが出てきて、そうですよね。ダブルブリッジ求めに来られる方は多いんですけど、まだまだ2025年だと選べる数は少なかったのかなっていうのが、今年またねちょっとものも増えてきそうで。そうなんですよね。本当にバリエーション増えましたよね。さっきのネイローズプラスのフレームみたいにプラスチックとの組み合わせ、プラスチックのフロントにメタルテンプルというような組み合わせもありますし、これバダなんですけど、ちょっと見た目シンプルなティアドロップっていう感じですけど、ちょっとここに角がつけてあったり、若干モダンなアレンジがされて、ややモード寄りのこういうダブルブリッジも出てますし、これなかなかね、ゆるい多角形っていうところですよね。そうなんですよね。微妙な多角形。その感じがなかなか新鮮です。サイドのデザインなんかもなかなか面白い感じになってました。これもね、かっこいいと思いますね。ダブルブリッジに本当に幅が出てきたなっていう。そうですね。もうダブルブリッジは本当しっかり浸透してきているので、実際現場に立ってても、ダブルブリッジを探しているという男性もいますし、女性も結構増えてきてるなという印象ですね。増えてますよね。特にファッション感度の高い女性とかだと、フットセルの次にダブルブリッジっていう風にリクエストいただくことも多くて、この辺は別に今年からではないんですけど、今年はもうね、取れ高も多そうかなというところで、こんな4選ですかね。そうですね。なんか本当に新しい傾向、2026年出てきたなっていう感じはすごいします。動いてる感じが。そうですね。やっぱりアイデアのデザインっていうのも徐々にバリエーションが広がり変わってきてるなという印象を受けてるので、選ぶのが楽しい年になるんじゃないかなっていう気はすごいするんですよね。チャレンジの年というかにしていただいてもいいですし、2026年のメガネ選びのね、参考にしていただけたらというところですかね。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またメガネの時間でお会いしましょう。さよなら。さよなら。メガネの時間では東京、京都、大阪、神戸のアイウェアセレクトショップデコラと GB ガバスがメガネに関するさまざまな情報をお届けしています。チャンネル登録、高評価お願いいたします。